ウッソエビンの人生。ウッソエビンはテレビアニメ「機動戦士ビクトリーガンダム」の主人公です。リガミリティアのエースパイロットとしてビクトリーガンダムや V2 ガンダムなどに登場し、ザンスカール戦争の戦況を覆すほどの活躍を見せました。甘えん坊で素直な性格が母性本能をくすぐってしまうという点から年上のお姉さんたちに気に入られる場面が多くあった人物でもあります。今回はそんなウッソエビンの人生について解説させていただきます。戦場では迷いなんてあるものか。ウッソは宇宙世紀0140生まれの13歳の少年です。放送当時のガンダム作品における歴代主人公の中で最も若い人物として知られています。なお同じ13歳のパイロットとしては他にも機動戦士ガンダムエイジのガンダムエイジ3やエイジ FX に登場したキオアスノがいたりしましたが、パイロットと呼んでいいか若干怪しいものの、最新作水星の魔女のエリクト・サガヤが4歳にしてガンダムルブリスに登場しています。ウッソは地球の東ヨーロッパの山奥にある不法居住区ポイント・カサレリアに住んでおり、ガンダム作品の主人公では珍しく地球生まれの地球育ちです。幼馴染の少女シャクティ・カリン、愛犬のフランダース、 AI ロボットのハロラと共にカサレリアで生活をしていました。またウッソの両親である父ハンゲル・グエビンと母ミューラ・ミゲルはリガミリティアの中心人物であり、ウッソはその事実を知りませんでしたが、幼い頃から両親厳しい英才教育を施されているので、優れた身体能力と高い知性、そして論理的な思考能力を兼ね備えています。家の地下には旧世紀時代のコンピューターサーバーがあり、旧型モビルスーツの運転シミュレーターや図書館の本のデータなどが揃っていたため、ウッソはここでモビルスーツの操縦や教養などを身につけました。劇中でウッソの話し方が説明口調になることが多いのは、幼い頃からたくさん本を読んでいた影響があります。また高い身体能力を持っています。もともと左利きだったものの、ナイフ投げを両手で行えるように練習させられていたことがミューラから明かされており、手錠をされていても敵兵の銃に飛び乗って蹴り倒す様子が描かれているほか、高所から森林に落下しても致命傷に至らない様子も見られました。白兵戦というやつだって僕にはできるはずなんだ。宇宙世紀0153機動戦士ビクトリーガンダムの物語開始当初、父ハンゲル・グエビンと母ミューラ・ミゲルは行方不明であり、ウッソは両親の帰りを待つ日々を送っていました。思春期の少年らしい一面もあり、特別クーイングに住んでいる憧れの少女カテジナ・ルースに一方的にメールを送ったり隠し撮りをしたりしていましたが、彼女にはまるで相手にされていませんでした。そんなある日、パラグライダーで飛行していたウッソはリガミリティアの小型戦闘機コアファイターとベスパの試作型モビルスーツシャッコーの戦闘に巻き込まれます。パラグライダーが偶然にもシャッコーのコックピットに引っかかったことから、成り行きでパイロットのクロノクルアシャーからシャッコーを強奪しました。そして戸惑いながらもリガミリティアに協力することになったウッソは、天才的なモビルスーツの操縦技術を発揮し、次々と戦果を上げていき、徐々にニュータイプとしての片鱗を見せていくことになります。ウィッグの町が空襲を受けていたため、カテジナを心配し現地に向かったウッソは、そこで戦争の悲惨さを目撃してしまいます。カサレリアに戻ったウッソは偵察中のベスパのモビルスーツと戦闘になり、シャッコーを破壊されてしまいます。その後リガミリティアのカミオン隊と行動する中で戦争に巻き込まれていくことに恐怖するウッソですが、マーベット・フィンガーハットや幼馴染のシャクティを守るため自らを奮い立たせ、ビクトリーガンダムに登場して戦っていきます。ウッソのモビルスーツ操縦技術は卓越しており、リガミリティアのメンバーからはスペシャルと称されていました。またリガミリティアの大人たちはウッソの高いパイロット能力を利用するために彼を必死で仲間に引き入れました。ウッソがパイロットとして優れている点の一つとして、モビルスーツの性能をスペック以上に引き出せるというものがあります。特に有名なものとしてビクトリーガンダムの特徴である合体、分離、変形の機構を応用し、ブーツアタックを考案しました。これはビクトリーガンダムの各パーツを射出して実体弾としてぶつけるという戦法です。また多数の独自モーションプログラムも作成しています。特にビクトリーガンダム登場時はこの戦法でトリッキーな戦いを見せていきました。初めて宇宙に上がった際には慣れない宇宙空間でうまく戦えませんでしたが、
リガミリティアの仲間たちのサポートもあり、少しずつ宇宙での戦闘にも適応していきます。その後、敵勢力に揺さぶりをかける作戦のため、ウッソはザンスカール本国へ潜入しました。ギロチンにかけられそうになるも、オデロたちの救援で脱出しようとしますが、敵機のパイロットがカテジナと知り、ウッソは大きく動揺します。涙ながらに説得を試みますが、その思いは届きませんでした。おかしいですよ、カテジナさん。マーベットたちの援護もあって、なんとか生還したウッソでしたが、戦争が激化していく中で、ザンスカール帝国は、次々と、新型の高性能モビルスーツを実戦投入していきます。ウッソは、それに対抗するために開発された新型機 V2 ガンダムに登場して戦いを繰り広げていくことになります。V2 ガンダムは、母、ミューラが設計に関与した機体で、最新の推進システム、ミノフスキードライブが搭載されており、ミノフスキードライブの出力を上昇させると、背部のユニットから余剰エネルギーが放出されます。光の翼と呼ばれるこのエネルギーは、もともとは技術不足により偶発的に放出されてしまうものですが、ウッソはこれをうまく利用し、光の翼で敵機を破壊したり、敵の攻撃を防いだりしていました。ザンスカール帝国の対圧機戦艦による地球クリーン作戦を阻止する際には、シャクティや捕らえられた母ミューラを救うために奮戦しますが、ミューラを救うことはできず、視聴者にトラウマを植え付ける名場面も描かれています。こうして数々の犠牲者を出す悲しき戦いの先に、父ハンゲルグがリガミリティアの中心的人物ジンジャハナムであることを知り、2人は再会しました。なお再会後、ハンゲルグがウッソにあまり父親らしい姿を見せておらず、宇宙戦艦ジャンヌ・ダルクが特攻する際には艦内からその姿をどこかへ消しています。終盤のエンジェルハイロウ戦では、ウッソが内部に突入した際に、通称裸のお姉さんたちの襲撃を受け、そのやり方に激怒してカテジナを殺そうとする場面もありました。その後、リグポンティオに登場するクロノクルを撃破したウッソは、死んでいった仲間たちの思念に導かれ、狂気に満ちたカテジナとの最終決戦に挑み、カテジナのゴトラタンごとエンジェルハイローを破壊しました。そして、エンジェルハイローのキールームのリングとともに、ゆっくり落下してくるシャクティを、V2 ガンダムの両手で優しく受け止めます。その後、ウッソとシャクティたちは、故郷のカサレリアに帰り、平穏な日々を過ごすのでした。アニメ版では、ここで、ウッソの物語は終わりましたが、小説版、機動戦士ビクトリーガンダムでは、ウッソの凄さが、より顕著に描かれています。8歳で連立方程式を解いたり、オイニュング伯爵などのリガミリティアの大人たちと論理的に討論したりする場面も多くありました。また、小説では V2 ガンダムが登場しておらず、ウッソは終盤戦で V2 の代わりにセカンド V に登場して戦いを繰り広げています。他にコミックボンボンで連載されていた漫画版は、低年齢層にも受け入れられるように、原作とは設定やストーリーが大きく変更されています。漫画版のウッソは荒々しい気性をしており、自身のことを僕ではなく俺と言っており、アニメとは全く異なる熱血系キャラになっています。戦い方も奇想天外で、ビームシールドを張って回転するビームシールドアタックや7本のビームサーベルを束にして敵陣営を一気になぎ払うといった技も繰り出していました。宇宙でアビゴルとナイトビクトリーガンダムで戦いを繰り広げた際にはメインモニターを破壊されますが、それによって覚醒し、全く見えない中で攻撃を全て回避してアビゴルを撃墜しています。また V2 ガンダムは残像を見せる姿も見せています。そしておそらく最も有名なのがクロノクルが狩るドッゴーラ界との最終戦ではないでしょうか。 V2 アサルトのプラズマバリアでドッゴーラ界を囲みメガ粒子砲を撃ち込んだ際には、貴様は電子レンジに入れられたダイナマイトだ。メガ粒子の閉鎖空間の中で分解されるがいい。という衝撃的なセリフが飛び出しています。やべえぜ兄貴。余談ですが、ウッソの母の名がミューラ・ミゲルであり、逆襲のシャアでは、シャアの愛人の名がナナイ・ミゲルなので、ウッソはシャアの子孫ではないか、という話が上がることがありますが、2人のスペルが一致せず、この説は誤りということが明かされています。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。